チェジュ航空2216便事故。2024年12月29日午前9時3分発生。ムアン国際空港への胴体着陸に失敗。乗員乗客181人のうち179人が帰らぬ人となった。少しでも真相に近づける一助になれればと思っています。個人の方々へ心よりお悔やみ申し上げます。最初のニュースからすぐにバードストライクと報道され、政府発表ではバードストライクが直接的な原因と結論付けられているが、果たして本当にそうなのだろうか。動画の後半では事故当日の株価からの考察と日本国土交通省のデータをもとに日本のバードストライクのデータと比較しての考察も交えます。ボーイング737-800はバードストライクで膠着装置、フラップ、スポイラーをすべて格納したまま胴体着陸に至ってしまう機体なのだろうか。バードストライクとは鳥が航空機と衝突したりエンジンに吸い込まれたりして生じるトラブルで、日本国内の空港だと発生率が最も高いのは出雲空港。日本国内では2023年に1年間で約1500件発生。このうち出雲空港は離着陸1万回あたりで18件発生。平均555回の離着陸に1回発生する計算となる。それでは事故の経緯といくつかの矛盾から考察する。2024年12月29日午前8時54分、滑走路南側から1回目の着陸を試みる。空港の管制官は午前8時57分に鳥に注意してほしいと呼びかける。その2分後、8時59分、コックピットから命令が発せられる。着陸を中断し、高度を上げ北側へと向かう。同刻、午前8時59分、位置情報の送信が止まる。1分後の9時0分、乗客の女性が夫に鳥が翼に挟まってとメッセージを送る。午前9時1分、管制官は滑走路19への着陸を許可する。午前9時2分、滑走路に約1200メートルで着陸。2800メートルの滑走路の端、北側から南側へ1600メートルの位置に相当する。午前9時2分34秒、管制官は墜落ベルを鳴らし、空港の消防救助隊を呼び出す。午前9時2分55秒、空港消防救助隊は消防救助機材の配備を完了する。午前9時3分、2216便は滑走路をオーバーシュートし、丘のような構造物、ローカライザーと呼ばれる航空機の着陸を誘導する機器に衝突。午前9時10分、運輸省は空港当局から正式な事故報告書を受け取る。午前9時23分、男性乗務員1名が救助され、臨時医療施設に搬送される。午前9時38分、ムアン空港は正式に閉鎖される。午前9時50分、2人目の人物、女性乗務員が機体のビブから救助される。午前10時40分、男性乗務員が金浦韓国病院に搬送される。午後8時6分、コリアウェーブが報じたところによると、男性乗務員は事故の過程についてよく覚えていないと話していて、女性乗務員は医師との会話が可能な状態だった。男性乗務員は金浦韓国病院から転院し、ソウルのイフア女子大学木浦病院へ。女性乗務員は金浦中央病院からソウルアサン病院に移送された。移送先の病院では家族とみられる女性3人が付き添っていた。乗客が鳥が翼に挟まってとメッセージを送ったことが真実だとすると、乗務員のこの2人が事故の過程を知らないことはあるのだろうか。逆に乗客が鳥が翼に挟まってと送ったメッセージのニュース自体が捏造だと仮定し、エンジンから火も上がらず音も出ず鳥も挟まらずの状況での着陸だった場合、乗務員も乗客もわからなかったということはあり得る。体と記憶の回復が待たれる。この事故の全てを解き明かすことができるのはこの2人しかいないのかもしれない。しかし金浦韓国病院のチューン院長は、男性乗務員は神経損傷による全身麻痺などの後遺症が出る可能性があると話していて、事故のトラウマを考えると今は回復に専念していただきたい。12月30日、ソウル金浦空港発のチェジュ航空 7C101 便が離陸直後にランディングギアの不具合が見つかり、金浦空港に引き返した。前日の事故のチェジュ航空機と同じモデルであるボーイング737-800だったが、アナリストは
29日の事故がボーイングの生産と関連している可能性は低いとの見解を示す。1月3日、ブラックボックスの一つ、音声記録装置のデータ変換が1月2日に完了したと、国土交通省が記者会見で発表。1月11日、フライトレコーダーとボイスレコーダーを分析した結果が出た。航空機がコンクリートの丘に衝突する約4分前から、2つの装置ともに資料記録が中断されていたことが分かった。現在拡散されている MBC ニュースが公開したエンジンから火が出る鳥との衝突があったとされる映像と言われているものは本当にその日その瞬間の映像なのだろうか。全く鳥の群れの姿が確認できない。この撮影機材はどれほど古いものなのだろうか。画質が悪い。飛行機前方に鳥の姿は確認できず、突然両エンジン後方から白いものが出てきて、その後に左側のエンジンがハート型の火を吹く。撮影者は窓のないテラスのような場所にいる。音声もないことに加え、エンジンが火を吹く前に撮影者は航空機の姿を追う。エンジンが火を吹いた時に出た音に反応してカメラ、スマホを向けたのならわかるが、タイミングがどうもおかしい。まず下を向き、すぐに飛行機に向けずゆっくりと飛行機にカメラを向ける。撮影者はそもそも何を撮影しようとしていたのか。謎のカメラワークだ。飛行機自体を動画編集で貼り付けたように見える。元の風景の動画と真下から撮影した飛行機を貼り合わせているように見える。 MBC ニュースで報道されたオリジナルの動画をぜひ確認してみてほしい。低画質による航空機のぼやけ方とハート型の火の画質のクリアさにも違和感を感じる。専門家がそう判断するのなら決定的にもなり得ることだと思うが、フレームレートが微妙に違うように見える。フレームレートとは1秒間に表示される画像枚数のことです。フレームレートと映像加工に詳しい方がもしも見てくださっていたら、コメント欄にご意見を聞かせていただきたく思います。飛行機が上部の屋根に重なる瞬間のすべてのコマも、重なった場所だけ妙に滑らかで、加工しているように見えます。再生速度 0.25 で、コマ送りでご確認ください。コメント欄にその動画のリンクを貼っておきます。そして、事故当日、9時0分に、乗客の女性が夫に送ったというメッセージでは、鳥が翼に挟まって、とされている。エンジンが火を吹いて、とはされていない。エンジンも火も、どちらのワードも使わなかったメッセージに違和感はないだろうか。大きな音もしたはずだ。エンジンから火が出るほどの場合、衝撃もあるだろうし、機内でエンジンから火が出たとパニックになるだろうと推測される。このメッセージについても誰が誰に送ったものか、出どころがはっきりしない。そもそもバードストライクでエンジンが故障するケースはごくごく稀で、鳥が挟まるだけのケースも極めて少なく、バードストライクの瞬間の実際の映像は、大型の鳥でさえ、一瞬で想像がつくと思います。株価からの考察、これから掲載するチャートはすべて1時間足です。バー1本が1時間、上昇は青、下落は赤です。前のバーの終値より上だと青、下だと赤。事故翌日、2024年12月30日、月曜日、午前9時に大陰線が形成され、すぐに買い戻され、陽線で確定した動きが起きたが、実はその直近の12月27日、午前10時から午後1時にはすでに大陰線が形成されている。この事故2日前の12月27日、金曜日に、事故機は、バンコク発、ムアンの出発時にエンジンが停止した。乗客が、離陸前にエンジンの始動が数回止まった、と乗務員に問い合わせたが、特に問題ない、と返された。事故翌日の30日に、チェジュ航空が事故調査委員会に提出した資料では、前述のエンジン停止問題は事実でないとされた。この出発時にエンジンが停止した便の離陸時間が、どの記事も未明とされていてわからない。12月27日の大陰線は、このエンジンの停止による乗客の乗務員への問い合わせに関係しているのか。陰線の規模からはそうとは思えないが、あなたはどう思うでしょうか。ちなみに12月28日、29日は土日のため、株式市場は休場だった。事故だったのか、事件だったのか、そこも重要な考察のポイントとなる。この株価の動きだけで、一部の人たちには分かっていた。事故じゃない、事件だ、とすることにはご注意願いたい。しかし、2024年1月2日に、日本で起きた羽田空港地上衝突事故の時のチャートはこうなっている。2023年12月29日、金曜日には大きな下落はなく、2024年1月4日、
木曜日の新年初の前場開始、午前9時から大きな窓を開いて始まり、その後ほぼ全戻しとなり、最初の1時間足は陽線で確定した。これが予期せぬ事故のチャートではないだろうかとも考えられるが、この窓と窓埋めは何を意味するのか。そしてアゼルバイジャン航空の墜落事件についても株式の目線で調べてみたが、アゼルバイジャン政府が株式の全てを保有する完全な国営企業のためか、チャートを確認することはできなかった。事故か事件か、アゼルバイジャン航空の墜落についてのロシアの誤射疑惑もそうだが、我々国民には事実、真実を公表されない限り確証は持てない。ムアン国際空港では過去6年間で10回のバードストライクが報告などとニュースでは大げさに書かれているが、これを見てほしい。機長が認識していない、発生空港が不明のケースのこの数値を見てほしい。2011年から2022年までの11年間で3658回も起きている。航空機の損傷は105件となっている。それでも事故は起きていない。基本的には何事もなく、機長が気づかないことがかなりあるとも言える。一番衝突回数の少なかった中部国際空港でさえ、鳥衝突に138件、1年間の平均だと21回となる。ムアン空港のあの大げさなニュースでは6年間に10回なので、中部空港だと6年間の平均は126回となり、ムアン空港の12倍以上になる。過去6年間で10回のバードストライクが報告。この言葉に対悪意、世論誘導を感じないだろうか。このグラフを見てもわかるように、バードストライクではかなりの確率で墜落はしない。日本の1年間の平均は2011年から2023年の間で20104件、年間平均1827回となる。この11年間で考えると2万分の1以下の確率となる。東京国際空港は11年間に1938回起きている。チェジュ航空は日韓路線を運航する航空会社の中で最も利用客数が多く、約 20% のシェアを占めている。今回事故を起こしたボーイング737-800は成田空港や関西空港、新千歳空港や福岡空港など複数の国内空港で離着陸していて、2023年は日韓路線で約357万人が利用した。大げさにムアン空港の過去のバードストライクを報道するニュースからしてどうもおかしい。ムアン空港はマガモなどの渡り鳥の生息地として知られてはいる。実際に現場の映像を見ると鳥が群れをなして飛んでいる様子が確認できる。しかしマガモは小さな鳥だ。バードストライクを想定してボーイング737-800は設計製造されている。このグラフの一番右の11年間で8608回のバードストライク、その他空港のかなりの数をおそらく出雲空港が占めているとは思うが、墜落は発生していない。バードストライクは珍しくもなく結構発生する。片方のエンジンのみで一定の間は飛行でき、致命的になるケースはほとんどない。着陸装置の異常の理由も不明のままで、バードストライクとの関連性も明らかになっていない。チェジュ航空の航空機は15年前に製造され、フライトには2017年から導入された。もともとは2009年にアイルランドの格安航空会社ライアンエアーホールディングスに納入されたものだった。事故機は事故の前の48時間で計13回運航していた。高校生以下の子供12人が含まれていた。すべてのランディングギアが作動しなかった。車輪が出なくなり、速度を落とすためのフラップも作動せず、通常の着陸速度を大きく上回っていた。推定時速 200km 以上だった。滑走路に特殊な泡、フォームを敷かなかった。代替滑走路を検討しなかった。燃料を消費させる手順を踏んだのだろうか。匿名を希望の航空宇宙学科教授は、胴体着陸というのは基本的に空港側に準備を求めるもので、消防車が滑走路にフォームを巻き、着陸の際の衝撃を軽減させるべきだ。このような準備がない状態でなぜ胴体着陸を強行したのか疑問だ、と話している。